こんにちは。トラです。令和3年の大晦日、慌ただしくて落ち着かないですね。でも、散歩に行きます。幕末に活躍した、新選組局長、近藤勇のゆかりの地を、巡ってきます。最初は、新宿区にある、防衛省の裏手にあたる、司令官の跡地です。司令官は新選組で有名な、天然理心流の道場で、近藤勇が道場主、土方歳三や沖田総司が腕を磨いていました。奥まった窪地にあり、探すのが大変でした。場所もこの辺りらしいということのようです。司令官という名称にも諸説あるようです。天然理心流は実践的な剣術でしたが、江戸ではあまり人気が出なかったので、勝負の気風が強い多摩地域に出張して教えていました。近藤勇は多摩地域にある調布市の生まれです。聖火跡には近藤神社があります。彼は稽古に来ていた天然理心流三代目近藤利助に見出されて養子になっています。司令官から防衛省と市ヶ谷駅前を抜けて靖国神社に来ました。靖国神社の一角に蓮平館跡はあります。蓮平館は江戸三大道場の一つとされた神道無念流の道場で、桂小五郎や高杉晋作が剣の腕を磨きました。特に桂小五郎、後の維新三傑の一人木戸孝允は1853年から1858年に塾頭師範代を務めています。司令官と蓮平館は2kmほどしか離れていません。ウィキによると1860年に司令官と蓮平館の間で交流試合を行った記録があるそうです。桂は1858年に郷里である山口に帰っているので交流試合には関わっていません。近藤は1848年に司令官に入門し、1860年に流派を継ぎ、1863年に浪士組に参加して江戸を離れます。桂は近藤より1歳年長ですが、近藤が司令官で修行中、すでに江戸三大道場の一つ、蓮平館の師範代でしたから、有名人であったでしょう。修行中の近藤と、同世代なのに有名な剣士であった桂が、外堀あたりですれ違っていたかも。きっと、近藤は、桂を眩しく見たのではないか。そんな風に想像すると楽しく感じます。増形の池遊水軍に来ました。司令官から約20キロ西、多摩と呼ばれる地域です。武蔵野大地を多摩川が削って作った段丘が続いており、その外線には、深大寺や等々力渓谷など湧水が多く、ここもその一つです。1985年に名水百選に選ばれているそうなのですが、あまり勢いよく水が湧いているわけではないようですね。崖を背にしています。これが外線ですね。崖から清水が湧いています。女性の病を癒した伝説があります。武蔵国府跡に来ました。古来、ここが関東の中心地でした。なんだか小さな遺跡でびっくりしました。大晦日でお休みで入れませんでした。赤い棒は柱を意味するようです。こういう史跡はお盆や年末年始など多くの人が休む時期こそ開けるべきではないかしら。ここに国府が置かれたのは湧き水による水利も考慮されたのでしょう。武蔵国府の隣が大國魂神社です。
明日の初詣を迎える準備中です。古代国司は隣国内の神社を一宮から巡拝していました。その巡礼を容易にするため、武蔵の国の主要な神社を国府に隣接するこの神社に合祀しました。大国玉神社には武蔵の国一宮から六宮までが祀られています。近藤勇は天然理心流宗家4代目襲名披露の試合をここで行っています。司令官から遠く多摩の中心の神社、ここで襲名披露をしたということは、まさに天然理心流の支持基盤が多摩地方にあったことを示しているのでしょう。明日は元旦、ここは参拝客で大変な人出になります。静かな今日のうちにお参りして帰りましょう。みんなが良い年を迎えられますように。